こんにちは、ラブ鈴木です。今回の高円寺の歩き方はズバリラーメン、そして鉄板焼きです。では早速ご案内しましょう。お店の場所ですが、丸ノ内線新高円寺駅から徒歩3分、 JR 高円寺駅南口からは徒歩10分になります。こちらです。麺匠神の出さん。さあ入ってみましょう。匠と称される男の手で焼き上げられる食材たち。一瞬で勝負が決まる鉄板の上、高い技術が求められます。ホンビノス貝で出汁を取ったラーメンやオムレツをトッピングしたラーメン、既存の枠にとらわれない大胆な発想で生み出される斬新な一品たち。大胆な発想の中にも細やかな演出が光ります。オーナーシェフ後藤貴則。目にも鮮やかな後藤の作り出すラーメンたち。見ているだけで食欲をかきたてられます。そして確かな技術で焼き上げられる鉄板焼きメニュー、どれも最高のタイミングで提供されます。はい、ここからですが、これら料理の裏側、作る工程をですね、オーナーシェフ後藤さん自ら解説してくれちゃいます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、いろいろですね、言いたくないこともあると思うんですが、言える範囲で構わないので説明してくれますか。かしこまりました。よろしくお願いします。ありがとうございます。後藤さん、この一人前ずつスープを炊き直すっていうのは、これはどうしてなんですか。一人前ずつ、作ることで、まずはい唐辛子ですとか、うんそういったものの調味料関係の、量が必ず均一になるという、そして同じ味を出せるというマニュアルに、しているために一人前ずつ作ってますね。なるほど。で、これは豚骨ベースですか。これは鶏ガラも入れてるんで、はい鶏ガラと豚骨の2種類を使ってます。で、これ時間はね、どのぐらいかかるんですかね。はい、このアク抜きという作業で、まず1時間は最低でも煮込みます。はいでその後に、本煮込みに入るので、はい半日、はい長くても、8時間ぐらいはやるので、だいたい全部で10時間ぐらいかかりうわます。ー、手間かかってるな。で、それにまたこうやって鉄板とフライパンで別々にこの具材に火を入れてるじゃないですか。これもすごく手間かかるじゃないですか。はい、これもやっぱりこのこだわりですよね。そうですね、フライパンを使ってもやしを炒める作業も、今見たように、火を絡めることで、炙り焼きになります、香りがつきます。ほうほうほでそれがすごく旨味に変わるので必要な工程になりますう。ね。なるほど。で、それらがすべてベストなタイミングで仕上がるように、計算してやってるわけですよね。そうですね、もうタイミングがすべてなので、完成に対しての時間に合わせてすべての準備をします。はいはい。で、この麺の出来上がりに合わせて、具材もちょうどもいい感じで火が通る。そうですね、はい、で、このトッピングですね。メンマが入って、わかめが乗ってるんですね。そうですね、うちはわかめも使います。で、さらにその上に、これ鉄板で火を入れたヤングコーンとチャーシューね。はいはい、美味しそう。で、これがニラでしたっけ。はい、ニラです。はい。
でその上からこれはスパイスですか？そうですね、スパイスとあと唐辛子になります。うんうん。でさらにその上にこれはオイル。これは自家製の焦がしニンニク油のマー油というものですね。ほうほう。あ、それでもう一つオイル、これは。はい、こちらが、山椒の、自家製の山椒オイルを。山椒オイルは手間かかってんな。すごいね。もうやっぱ見た目からしてこう食欲をぐっとそそられるような、もうパンチが効いてる見た目で、もちろんね味もすごいパンチが効いてて、でこの麺も特徴的ですよね。そうですね、うちの麺は中太の縮れ麺、うん。これを製麺所の方で特注で作ってもらってます。すごくね、僕もこれ何回もいただいてるんですけども、麺の喉越しと歯ごたえがやっぱね普通の麺よりも強くて生感が強いって言ったらいいんですかね。はい、そういうふうにまず麺を楽しんでもらえるように、うん、麺の本来の美味しさをうん。味わえるような、ちょっと力強い麺を製麺所の方でお願いしてます。なるほどなるほど、そこもこだわりですね。さっきの赤に引き続き今度はオムラーメンといって、これもまた珍しいですよね。そうですね、多分他にはないうちならではのオリジナルのラーメンですね。ね、今ラーメンも多種多様していろんなトッピング乗ってるラーメンあるんですけども、オムはね僕他で聞いたことないですよ。ね、ないと思います。うん、あるようでない形のこの新感覚な創作ラーメンですね。はいはい。でまたこの鉄板で一人前ずつオムを仕上げるっていうのは、まあこれまで手間かかるでしょでもその手間がやっぱりその美味しさにつながるプロの味になるのでう。大事なことです。なるほどなるほど。はい。でまたこれもね見た目も素晴らしいですね。もう新感覚。このラーメンにオムが乗って、でこれローストビーフですよね、乗ってるのね。そうです。これも自家製の低温調理させてもらっているローストビーフ。うん。でローストビーフの下に生野菜。はい、レタスもたっぷり乗ります。はい。これも珍しい。さらにバケットでしょうね。そうですね、バケットもオーブンで自家製で焼いてうます。わーすごいなあ。で、この麺はこれは平打ちタイプってやつですか？そうですね、これは平打ちのさらにパスタ風に仕上げてもらってる、パスタ麺っていうのをうちの方でオリジナルで作ってもらってます。ああ、なるほど。で、もちろん僕もこれをいただいたんですが、まあ、ラーメンであることは間違いないんですが、スープパスタのようでもあり、またもう全然違う料理のようでもあり、もう本当新感覚ですよね。そうですね、これはもう少しちょっと遊びを強くめたというか創作ラーメンの中でも面白い、新感覚のパスタ風ラーメンっていう形のものを作ったような形になるので、はい。斬新ですね。ありがとうございます。後藤さん、ではここからはこの鉄板焼きのメニューになります。はい。で、今これはやっぱ鉄板焼きの中でも代表なメニューの一つとしてシーフード、エビとホタテですね。そうですね、この大ぶりなエビとホタテをご用意してます。うん。でやっぱりこのねシーフードってこの火の入れ方がすごく繊細で難しいんじゃないかなと思うんですけども、その辺はいかがですか？そうですね、焼き方一つでうん硬くなっちゃったりとか、うんあとはうん。逆に生で美味しくなかったりとかはいはい出ますので、はい。そこはもう僕がやっぱ13年間鉄板うん一筋やらせてもらったので、うん。一番美味しいちょうど火が入ったとこぐらいですね、柔らかくもありちょっと硬くなり始めたはい。シーフードの一番美味しいところはい。でご提供できるように焼かせていただいてます。なるほど。でやっぱりこの火を入れるこう、ね、焼くっていうことになると、例えばフライパンであるとか中華鍋であるとか、まあ、オーブンとかありますよね。だけどやっぱこの鉄板で焼くのっていうのはやっぱ僕ら素人からしても明らかにやっぱ焼き上がりが違うので、この鉄板で焼くならではのこの調理方法っていうんですかね、仕上がり方っていうんですかね、そこがやっぱりかなり大きいですよね。そうですね、鉄板はやっぱりその分断面積大きいので、うん、まず均等に焼かれるというん、うん、うか、あとはもうムラなく本当にうん、一番美味しいところで一つの種類のものが楽しめるっていうのがありますね。うん。なるほどなるほど。今ちなみにこう鉄板に上に乗せたこれは何ですか？これはニンニクです。ニンニク。おお。もうニンニクたっぷりで今からガーリックシュリンプですとかそういったものはいはを作るところですね。い。なるほど。ね、ガーリックシュリンプといえばこれも鉄板焼きの中でも代表的なメニューの一つでね。そうですね、一番人気なメニューですね。ですよね。そう、このねニンニクが効いてるところがこうやっぱね美味しさの秘訣の一つでもありますよね。そうですね、あともう鉄板でやるので、うん、オープンダイニングならではうん、のニンニクの風味香りがうん、もううん。店内に行き渡ってですね、はい。お客さんの食欲をそそりますね。はいはい。
でやっぱ鉄板焼きのいいところはこのお客さんが見れるじゃないですか、作ってるところライブで。そうですね、うんそのオープンダイニングっていうのがうん一つのあれですね、醍醐味ですね。すごくいいですよね。でこれをさらに、仕上げにこれもガーリックですか？はい、これはフライドガーリックですね。おー香ばしいやつ。はい、はいたっぷり乗ります。はい、ほんとたっぷりですね。なかなかねこのパンチが効いてるガーリックシュリンプとホタテですよね。そうですねわあすごいな、肉厚で。で本当にもう中っていうのはもうギリギリレアっていうか、もうあれですね、火が入るか入らないぐらいのちょうどいい感じになってますね。そうですね、うんあと手前のホタテは特にお刺身用の大ぶりの貝柱なので、おー逆に言うと中身は少しレアぐらいにしてます。なるほどなるほどなるほど。はい、ではこれもすごく人気看板メニューの一つ、焼きそば、オム焼きそばですよね。はい、これは、大人気のオムそばっていうものになります。はいはい。このオムで巻いてるっていうのはこれ関東では特に珍しいですよね。そうですね、卵で包むっていうことがもしかしたら関西ならではなのかもしれないですね。うんうん、まあそうですね本当に。さあもう鉄板の上では具材の、焼きが始まっております。これは豚肉と野菜とあとシーフード、エビですか？そうですね、この大ぶりのエビをうちはオムそば使ってます。ねえ、この焼きそばの中に随分贅沢なエビが入ってますね。もうそうですね、もう贅沢焼きそばです。贅沢焼きそばいいですね。はいはい。で、鉄板の上で焼かれた、この具材たち。で、これは蒸し焼きにするんですか？そうですね、一回こういうふうに蒸すことによってキャベツの芯とかね、うん硬いところありますんで、はいそちらを均一に火を入れるっていう作業をします。なるほどなるほど。はい。で、この鉄板で炒めてる間に、麺がちょうど茹で上がるんですね。これまた。そうですね、うちはラーメン屋も兼ねてますので、うんこういった形で生の茹でた麺を使う。それ珍しいですよね。そうですね、うん他には多分茹で麺とかを使う方よりも、蒸し麺を元々の、ね、麺を使う方が多いので、はいはい。これはもうラーメン屋だからできる、新感覚の本当にもちもちの焼きそばですね。だからやっぱあんなにこうもちっとしている麺なんですね。そうですね、うん生麺はやっぱり本当に美味しいですね。はい。で焼きそばの炒めが始まりましたけども、でもこれもやっぱり独特な技術がいるわけですよね。そうですね、ご自宅でもね皆さん焼きそば作られると思うんですけど、うんやっぱりそのプロっていうのは、うんちょっと作り方とかねいろいろ違くて、うんもう本当に経験のみが、全てを左右するじゃないですけど、はいもう本当にいろんなことの反復ですね、これは。はいはいはい。でまたこれ来ました、オムね。これがまた大変ですよね、毎回。そうですね、もうこういった形でね卵の湖みたくねいやーほん卵を使います。とほんと。この薄く均等にね、これがもう見ていてももう鮮やかで楽しいし、でも実際これっていうのはすごく大変これは意外と簡単にやるんですけど、うん難しいですよ。でしょ。はい、でこれはやっぱり大きさと厚みを均等にして、なおかつこの麺を全て巻き込む面積にしなきゃならないわけですよね。そうですね、今この広げたのでもうそういうふうに計算された上で、うん形を作ってますね。なおかつ失敗許されないしね。そこですよねねもう目の前お客さんなんでね常に見られているっていう形になります。はい。でこれ大切ですね。これぞ鉄板焼きですよね。ほんと。僕これもう何万回やってますよ。これがね非常にねテンションも上がるしね、食欲もそそられるんですよね。そうですね、このやっぱ見栄えがいいですよね。見栄えとこのね鉄板に落ちてこのジューっていう音とやっぱこの香りとか非常にやっぱりその食欲をかきたてられますね。いやーもう見た目も綺麗で、はいできました。うまそうだなこれ。この卵にもねコテがスッと入ってね、ほんと柔らかく仕上がってるんですね。そうですね、もうスピード、タイミングすべてが大事ですうね。ん次はガーリックライス。これはねもう一番食欲そそられる人も多いんじゃないですかね。そうですね、うちで一番人気のチャーハン系の、料理がこちらガーリックライスですね。はい。じゃあもう鉄板の上では早速、この具材に、ご飯、今これ乗せられたのはこれは何ですか？これはニンニクですね。ガーリックライスなんでこれだけたっぷりニンニク乗ります。こんなすごい量ですねやっぱりね。で卵、はい。
これらを鉄板の上で別の場所で同時にこの火を入れていくわけですね。そうですね、効率よくできるのが鉄板の一つの一番いいやり方ですね。まあ確かに確かに。で、卵の上にご飯を乗せてこう混ぜていくんだ。そうですね、半熟の卵のところにご飯を乗せることによってダマになっているご飯が崩れますのでパラパラになりやすくなります。で、型や具材とニンニクにも火を入れつつ、でさらにこれニンニクをこれは細かくしてるわけですね。そうですね、ニンニクは生だと次の日ちょっと胃もたれとかしやすくなるので、ここでしっかりこういうふうに火を通すっていう作業をします。なるほどなるほど。で別々に炒めてこう混ぜ合わせて仕上げていくという。そうですね、こういうふうに混ぜ合わせて、ここからはもうあとはスピードで勝負になります。はい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 。なるほどなるほど。で、ここから味を乗せつつ、でもこのどんどんね絵で見てもパラパラになっていくのが分かりますね。そうですね、もう鉄板がやっぱりこれだけ大きいので一気に火が入るっていう形になりますね。鉄板だとこう広げて炒めたりとかそういうことができるんですね。そうですね、場所によってもちろん火力は違うんですけど、これだけ広く使えるので常に高火力のところで調理ができます。なるほどなるほど。やっぱりねこの一番大事なのはこのパラパラ感じゃないですか。そうですね。でも一番難しいところだと思うんですよね。そうなんですよ。僕のスタイルはパラパラの中でさらにしっとりしているような、パラパラしっとりチャーハンを目指してますね。はいはいはい。いやでも本当にね見てるだけでもそのパラパラ感が分かりますよ。これはやっぱちょうどいいこの火の入り方なんでしょうね、これがね。はい、できました。でまた仕上げにこのガーリックが乗ってガーリックライスの出来上がりです。はい、もうパラパラでね本当に美味しそう。いや実際本当に美味しいんですけどねこれね。そうですね、こう見てるだけで食べたくなっちゃいますね。いやお腹空いてきちゃいました。